87歳です。はい。そうですね。今長男が65ですから66年でしょうか。ここへお嫁に来てずっと今日までやってきています。初めにお嫁に来た時にはもう本当に工場の中へ入っていくことすら躊躇して、毎日が従業員たくさんいましたもんで、その人の視線が集まるだけで怖くて縮こまっていたけれども、やっぱり何が一番良かったかっていうと、うちの家族と工場が近くにあって、朝起きてそれで工場が始まるまでも全部自分が体験するんですね。だから紙すきの土台であるところから見て、毎日見ることから始まって、そのうち子供育てて、それで少しずつ入ってきたっていうか、一番最初からはもうやらせてももらえない世界です。そうね、22歳でここへ入って、子育てが少し楽になった頃にデザインを始めました。そのデザインっていうのは昔は単純な紙をすいていたんですよ、ただ。だけど時代の需要に応じていろんな柄を必要としてきたので、それが非常にその業界において認められるようになったらやりがいを感じてそれからいろいろやりました。で、襖の柄って素晴らしい一枚の立派な絵じゃなくて、必ず強弱があるもんで、ここをギュッとやってここは抜いて、それでもう手の抜くところは抜くっていう基礎的なことがあるもので、だから私みたいな素人でも入れたんです。工場内で初めて絵っていうか一枚のデザイン化された模様が始まったのは山から始まったんですね。山の模様。それはもうこのシルエットが綺麗であればそれですきやすいんですね。型を作って土台のシルエットを私が描いたら、それがすごく受けたというか、シルエットの面でそこに色をつけていって、山から入ってきましたね、私は。だからしょっちゅうこの街並みだったり何だったり行った時に山の線をみんなスケッチして、そしてポケットに入れてもらった今みたいにあんまり雑誌もそんなにたくさんなかったしね、市場から求められるものは山だけではないので、いろんなものがないとその市場に流れていく場合にいくつものデザインされたものを要求されてきたもんですから、いろんな発想で花の柄であったり、同じ野の花でももう本当に好きやすいデザインにしてしなきゃいけないので、本当に見ただけのこれは何の花かなって分からなくてもいいんです。襖の柄っていうのは季節があんまりあってもダメなので、その点は自分でアレンジしてしまうのが脱ぎ道で楽でしたそれは今から思うと、とにかく東京へ行きたくてそれで東京へ、出てって田舎から出てったので、4年大学なんてはいけないしと思って、とにかく2年の大学がたまたま服飾学系の短期大学があったもので、そこへ入って服飾の勉強をしたんです。でゆくゆくは父親も私もその服飾系のものに進めるのかなという思いもあって、そこの学校へ行ったんですね。でそこではデザイン系を服飾に対するデザイン系を習って、それで2年間戻ってきたんですけれど、そこでの見たり聞いたりがすごい、それは田舎者にとっては頭の中いっぱい入り込んで何をするにも見て歩いてたんですね。勉強は父親って
それにデザインの基礎を教えてもらったし、だからそれがここへ来てこんなことをやりだしたら、それがものすごくムクムクと出てきたというか、楽しくなってきて、それで服飾系よりも絵を描く方になんか頭がいってしまって、それでたまたまこの襖系の問屋からなんていうかな、問屋がたくさんあるもんで、年間新しい柄を求められるので、もういやおうなしに新しい柄を出さなければならないので、そんなのに何点か私がデザインして従業員に作らせて、それでそんな中で選ばれたものがこの何年間かの収入になるわけですけれども、それに運ばれてどんどんエスカレートしていったんです。やっぱりこの襖業界がバブルの真っ最中に頭上がってきたんですよ。バブルに向かってね。需要が大きいので、もうすけばすくほど出ていった時代にちょうど向かったんです。いい柄であればもうみんな問屋さんから注文があって作って出すっていうのは、それはバブルの挑戦に来た頃にこの業界が機械好きにみんな走っちゃったんですよ。もっと儲けよう、もっと要求しよう、何十枚も何百枚も一緒にできるようにして機械好きに走っていったんですね。だけど私はその機械で同じなものを何百枚も作るっていうのが嫌で手すきだけを残そうっていう頭も主人もあって、でも私もその完成で突き上げた柄の襖を流したいと思って、うちの先祖は「あんた機械好きに任せてもっと儲けなさい」って言われたんですけど機械好きに走らなかったのが、現在にいいか悪いかは今もって私としては良かったかなと思うけど、そうすると今度はバブルがはじけて物が売れなくなって、そしてどん底へ走った時もあったんですね。だけどそこの時に今度は手の込んだ値段のコスト的には上がったものが好まれるようになったっていうのがまた幸せで、またどんどんここから少しずつ上がってきた。私の時代ではそれでよかったかなと思ってるけど、今若い息子や孫がやってるうちには大変です、事実。機械ですくっていうことは同じ柄のものを早くいかに安く手を抜いた柄ですく柄しか出ていかないんですよ。すけないからブーッと回るのに早くこう柄をつけるものは手の込んだものはダメっていうのがありまして、そんなのを見てるとたくさん同じものを作るっていうことが私にとってはあまり好まなかったので、自分の感性でいかに人の感性で描ける襖の柄に向かいたいと思ったから、同じ柄のものはしないという。第一は今までの紙はすいては不正すいては不正って一日に何十枚かをすくのがもう本当の基本ですけど、こんな手間のいるそのデザイン化された完成のすごいその人だけが持っている完成で描こうとしたら何枚もできることを要求してはダメなので、一日にもう1枚か2枚でもいい価値観のあるものを作ろうとしたら、これ1枚をそのまんま伏せないで乾かすっていうことが基本になってきて、何が変わったかったら、すき方が変わってきました。
たくさん重ねて伏せるんじゃなくて一枚そのまんま乾かる。それはもう貼らないもんだ、板に貼らないもんだから凹凸感はそのまんま出る。それがまたいい方向に向かったと思います。意外と私は昔のものを復刻した方がいいんでないかっていう頭に変わってきたので昔の手法を今の感覚ですいてみることの方がいいんじゃないかなと今なって思うんです。あんまり走りすぎると絵画に近い性能を抜いたものになってしまうのでそこへは走りたくない。やっぱそう言っちゃなんだけど昔の方ってそんなにその絵を表すために、繊維の長さやとか表情を殺してまでも使ってたけどじゃない原料そのものを感じるようなものであったらすごく味があってでなんていうかな絵画には見られない味が出てくるんじゃないかなと思うので。原料で挑戦します。下の紙からついてるっていうことに対しては表も全部紙でだから紙の原料だったらいつもいつもあるんですね。改めて作らなくてもここに今樹脂加工であったり絵の具加工やったりすることはダメ。絶対しない。一枚の和紙を作るっていうことは本当に原料から手がけるんですね。自分自身が早い話が木の皮を取ってきて木の皮を剥いて煮て自分がそれを全部やろうと思えばできるんですけどその過程が全部見れて出来上がったものが全部見えてあとはこれを使ってくださったその情景を見ることはあまりちょっと今ないですよね。ものを作っているものについては。だから私はそこに魅力がある。全部自分がやってくるその頂点まで道のりが全部自分の目の前でできているっていうのが、私の一番いいと思うところ。